こんにちは、ふるちゃんです。今回は12月30から開催される新年特別千年決戦編プライズガチャ開店の3キャラクターを紹介していきます。それではまず1人目、ユーハバッハです。ユーハバッハは持続性となっており、キラーはホローキラーと無所属キラー。ソウル特性はキャラ強化を進めることで強攻撃クールタイム 14% 短縮になります。また、すべての攻撃に弱体を持つ赤攻撃タイプの強攻撃特化となっております。さらに、敵を撃破することに特定の効果が発動する新機能、撃破数ボーナス効果を持っております。撃破数ボーナス効果で発動する効果は、20体撃破で赤攻撃ダメージアップ 20%、40体撃破で強攻撃ダメージアップ 40%、60体撃破で必殺技ダメージアップ 60%、80体撃破で必殺技使用回数アッププラス1となっております。その他のパッシブスキルとアビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。すべての攻撃に弱体を持つためアビリティ、状態異常付与時一定時間冷圧アップ 80% を習得することで状態異常の敵に対して大きなダメージを出すことができます。また、先ほど紹介した撃破ボーナス効果によって敵を倒すたびにキャラクターが強化されるため多くの敵が出現する限界討伐クエストなどで活躍できます。その他にもアビリティ、チームパーティー、フィールド侵入時持続性の強攻撃クールタイム回復 10% を習得できるため高い回転率で強攻撃を使用できます。さらにアビリティ、防御低下能力負荷によって必殺技によるダメージが高い点も特徴です。ザンクトアルターン終わりだ。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の赤攻撃となっております。続いて強攻撃です。強攻撃1は目の前に敵を集めて攻撃します。次に強攻撃2です。強攻撃2は自身の周りを含めた前方攻撃です。さらに敵の方向へ自動へ移動しながら攻撃を続ける追尾式設置技で攻撃します。そして強攻撃3です。強攻撃3は全画面の攻撃となっております。最後に必殺技ザンクトアルタールです。ザンクトアルターン終わりだ。以上、ユーハバッハでした。続いては井上織姫です。井上織姫は技属性となっており、キラーは隊長キラー、ソウル特性はキャラ強化を進めることで被ダメージ 20% ダウンになります。強攻撃2にバリア付きの衰弱技を持つ青攻撃タイプの通常攻撃特化となっており、パッシブスキルは緊急回避回数プラス1、麻痺状態短縮 100%、敵ガード無効、青攻撃無効貫通を持っております。その他のアビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。新アビリティ、バトル限定、一定時間体力1維持を習得することでバトルで体力が0になるダメージを受けた際に体力を1だけ残した状態で数秒間生き残ることができます。さらにアビリティ、体力半減時限定、通常攻撃ダメージアップ 50% や体力半減時限定、被ダメージダウン 50% も習得できるためバトルの後半に特に活躍できるキャラクターとなっております。その他にもバトル関連のアビリティ、バトル限定、開始10秒間通常攻撃ヒット数アッププラス1、バトル限定、敵撃破時自死ダメージ生存無効、バトル限定、無敵貫通、バトル限定、開始時一定時間無敵プラス10秒、バトル限定、敵回復無効の5つを習得できるためバトルの後半のみならずバトル全体で非常に強力なキャラクターです。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の青攻撃となっております。続いては強攻撃です。
強攻撃1は敵を押し込む前方攻撃です。次に強攻撃2です。強攻撃2は自身の周りを含めた前方攻撃です。こちらはバリア効果付きの衰弱技となっております。そして強攻撃3です。強攻撃3は全画面の攻撃となっております。最後に必殺技四天光春です。四天光春、私は拒絶する。大丈夫。以上、井上織姫でした。続いては黒崎いちごです。黒崎いちごは心属性となっており、キラーは死神キラー、シュテルンリッターキラー、ソウル特性は強攻撃ダメージ 20% アップ、強攻撃クールタイム 12% 短縮となっております。すべての攻撃に弱体と裂傷を持つ赤攻撃タイプの強攻撃特化となっており、パッシブスキルは緊急回避回数プラス2、緊急回避距離アップ、スーパーアーマーを持っております。その他のアビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。強攻撃3には新攻撃、ため2段攻撃を持っております。ため2段攻撃は使用した瞬間に1段階目の攻撃が発生し、そのままボタンを押しっぱなしにすることで2段階目の攻撃が発生します。一定時間が経つ前にボタンを離すと1段階目と同じ範囲で2段階目の攻撃を行い、ボタンを長押ししなかった場合1段階目の攻撃のみが発生します。1段階目の攻撃で敵を蹴散らしつつ2段階目の攻撃で敵に高いダメージで追い打ちをかけることができる新攻撃となります。また長押ししている間は移動などの他アクションを行うことができませんが、範囲内に入った敵に一度だけダメージを与えます。レイドの敵による吸い込み攻撃などでキャラクターの位置が移動する場合もキャンセルされてしまうことがあるので、シチュエーションを見極めつつ使用することもポイントとなります。その他にもアビリティでは状態異常付与時一定時間冷圧アップ 80% や敵弱体状態時全ダメージアップ 40%、 敵裂傷状態時全ダメージアップ 60% を持つため、状態以上の敵に対して大きなダメージを出しやすいキャラクターとなります。またアビリティ死神クインシーへの状態異常確率アップを習得できるため、死神所属とクインシー所属の敵に対しては特に有利に戦うことができます。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の赤攻撃となっております。続いては強攻撃です。強攻撃1は奥行きのある前方攻撃を2回行います。次に強攻撃2です。強攻撃2は自身の周りを含めた前方攻撃です。さらに自身を中心とした円範囲の攻撃を行います。そして強攻撃3です。強攻撃3はため2段攻撃となっております。1段階目の攻撃で自身の周りを含めた前方攻撃を行い、そのままボタンを長押しすることで2段階目の強力な全画面攻撃が発生します。最後に必殺技月牙十字章です。待たせたな。月牙十字章。以上黒崎いちごでした。以上新年特別千年決戦編プライズガチャ開店のキャラクター紹介でした。新キャラクターは12月30から登場予定です。ぜひ皆さんゲットしてください。このチャンネルでは新キャラクターの情報以外にもプレソロに関わる動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。